今日はついにフィッシュカリーの作り方をシェアしようと思います。なぜついにかと言いますと、ありがたいことに以前からフィッシュカレーのレシピのリクエストをいただいていたのですが、何度作ってもなかなか納得のいくインドで食べたあのフィッシュカリーの味には行きつけなかったのです。南インドは魚介が豊富で、ココナッツミルクを使った魚カレーなど様々な種類がありますが、私の指すインドで食べたフィッシュカレーというのは、インド人の夫の故郷である北インド、さらに言えばインドの中央より少し北に位置する村で作られたものです。その村は海に面していないため、川や湖で採れた魚を使ったフィッシュカレーなのです。夫の故郷の村で食べる魚は、正確な名前を何度聞いても、ヒンディー語から英語、そして日本語へと翻訳していくうちに、どうしても途中で齟齬が生じてしまうようで、本当に合っているのか確信が持てません。ただ、ナマズやボラに似た淡白な白身魚であることは確かです。それが、本当に美味しいんですよね。ぶつ切りにした魚にスパイスをまぶして素揚げし、それをカレーに入れて煮込むのですが、この素揚げだけでも言葉では言い表せないほどとっても美味しいんです。さて、これまでのお話で、どんな魚を使ったカレーか、なんとなく想像していただけたかと思います。私がこのフィッシュカレーの味を再現しようとしたとき、一番の問題は何の魚を使えばよいのかという点でした。いろいろ試した結果、行き着いたのがこちら。そう。使用する魚はカラスガレイです。白身魚で癖がなく、細かい骨も少なく食べやすい魚です。煮崩れしやすいところだけが難点ですが、そこをカバーする調理のポイントもお伝えしていきます。フィッシュカリーが好きすぎるがゆえに、前置きもいつも以上に長くなりました。その味にとってもこだわりがあり、まだ100点とはならないので、レシピを公開することをだいぶ悩みましたが、これが今のところの私のベストレシピです。さらに美味しく作れるコツや、皆様にとって有益な情報があれば、またレシピをシェアしますので、チャンネル登録をして気長にお待ちくださいね。では、作っていきますね。まず最初は、魚の下味になるスパイスペースト作りです。チキンティッカなどでも鶏肉をマリネしますよね。そのマリネ液の魚バージョンです。ブレンダーの容器に生姜1かけ、ニンニク4個を小さめにカットして入れます。これはパラックチキンレシピ同様、ブレンダーの故障予防です。生姜の繊維質でミキサーが壊れることがあるので、生姜は気持ち小さめにカットしています。続いて、コリアンダーシード小さじ2、マスタードシード小さじ1、ブラックペッパー小さじ1分の1を入れ、水 40cc 程度を加えてブレンダーにかけます。後で魚を揚げるときに火が入るので、ホールスパイスはいらずに使用しています。次に、ターメリックパウダー小さじ1分の1、色付けにレギーミルチ小さじ1、塩小さじ1分の1、そして、カラスガレイはそのまま素揚げすると身が崩れてしまうので、ここで片栗粉を小さじ2から3加えておきます。今回加えていませんが、魚の匂いが気になる場合はレモン果汁を加えるのもおすすめです。そしてよく混ぜたら、スパイスペーストの出来上がりです。これをカラスガレイ全体にすり込むようにして塗っていきます。身が柔らかいので優しく扱ってあげてくださいね。全体にまんべんなく塗れたら、ラップをして冷蔵庫で30分ほど寝かせて味を染み込ませます。30分経ったので、揚げていきますよ。フライパンに深さ1センチほどの油を引き、温めます。油が十分に温まったら、マリネしたカラスガレイを入れます。この魚を揚げるのに使った油は、後ほどカレーのグレービー作りに使うので、多すぎず少なすぎずが良いです。トレーに残ったスパイスペーストも魚の表面に塗っておきます。そして、煮崩れを最小限に抑えるために、揚げている間は極力魚を動かしません。中火で片面約4分ずつ揚げて、美味しそうな焦げ目がついたら油から揚げをさらに移します。
先ほどもお伝えしましたが、魚やスパイスの旨味が残った油をグレービー作りで使用するのですが、ちょっとこれだと多すぎるので、少しフライパンから取り除きます。ですが、今日はペースト状に近い玉ねぎを炒めるので、いつも以上に油は使います。大さじ3、4くらいでしょうか。ペーストの玉ねぎを炒めるのは結構難しくて、玉ねぎ味のカレーになりやすいのです。それを防ぐのに油の量も重要なのです。このくらいの油を残せたら、次はホールスパイスの出番です。ベイリーフ2枚。メティシード小さじ3分の1。メティシードは加える量はそんなに多くないですが、魚のカレーにはぜひ入れてほしいスパイスです。続いてクミンシード小さじ1。そしてマスタードシード小さじ2分の1。マスタードシードも個人的には魚カレーにはマストと思っています。そこにもしフレッシュなカレーリーフがあるようでしたら、香りがとても良くなるので一房程度加えるのがおすすめです。ない場合は省略して OK です。スパイスの香りが出てきたら、玉ねぎ大1個をペースト、もしくはとても細かいみじん切りにし、加えて炒めます。玉ねぎが透き通るまで炒めたら、みじん切り、もしくはすりおろしたニンニク3個と、ニンニクと同量の生姜、さらに青唐辛子2本を薄切りにして加えます。ここから中火で約5分しっかり炒めます。あまり動かさず炒めた方が火の通りが早かったりもするので、その間にトマト1個をミキサーでピューレ状にしておきます。約5分経つとこのくらいまで玉ねぎのかさも減ってくると思います。そうしたらトマトのピューレを加えます。火加減は中火のまま一煮立ちするまで待ちます。一煮立ちしたら塩とパウダースパイスを加えます。分量は塩小さじ1、レッドチリパウダー小さじ1。辛いのが苦手な方は減らしてくださいね。続いてターメリックパウダー小さじ4分の1、コリアンダーパウダー小さじ2、クミンパウダー小さじ1、ガラムマサラ小さじ1を加え、よく混ぜます。蓋を開けたまま約10分炒めます。しっかり炒められた時のマサラの色の変化にご注目ください。しっかり炒められると余分な水分は抜け、このようにこっくりとした色に変化します。ここまで炒めたら、いよいよ水を加えます。約 300cc 加えます。あとは蓋をして中火と弱火の間の火力で、時折蓋を開けてかき混ぜ、約5分煮込みます。このように油とグレービーが分離してくるとしっかり煮込めている証拠です。ここで味見をして、味が薄いなと思ったら塩を足します。何度もスパイスカレーを作ったことがある方はご存知かと思いますが、スパイスを足しても味が濃くなることはないんです。大事なのはこの塩加減なのです。そして仕上げにフィッシュカレーマサラを小さじ 1.5 を加えます。フィッシュカレーマサラをお持ちでない場合は風味は少し変わりますが、ガラムマサラ同量で代用可能です。コリアンダーリーフもお好みで加えたら、揚げたカラズガレーを優しくカレーの中に入れます。かき混ぜると崩れやすいので、魚の表面にカレーをかけ、蓋をして後に3分弱火で煮込めば、フィッシュカリーの完成です。